アミ、クラシックガイルの練習のついでに、モダンガイルの練習もしてるって聞いたよ。最近の進捗は、一体、どんな感じ？アミ？ああ、リリン。いらっしゃいませ。どうしました？どうしましたはこっちのセリフだよ。ものすごく疲れた顔してるよ。このチャンネルでのキャラ付けにおいて想定していない表情差分が使われてるよ。どうしたの？私、つい最近、モダンスタイルのガイルってありますよね。練習、してましてね。知ってるよ。私が動画の導入料に前振りしたよ。モダンガイルの練習しているとき。あれ、モダンガイルで初めてランクマしたとき。なるほど。キラヨシカゲのオマージュやってるのね。原文ほとんど残ってないからわかりづらいよ。なんていうか、下品なんですが、ふふ。言うの？あの単語言うの？どっちかっていうと、それ言うの私の領分のはずだけど。言わないんかい。ちょっと冷静になってきました。最初から冷静になってよ。オチがつかないでしょ。お許しください、リリン。格闘ゲーマーたるもの、情緒が不安定な時もあるのです。主語がでかくない？いろいろな人に怒られちゃうよ。モダンガイルは絶望した顔をするほど辛かったの？そこまで察していただけるのなら、聞いていってもらえますか？了解。まあ、今回はアミにガイルの進捗を聞きに来たわけだから、喜んで聞かせてもらうよ。よーし、やるぞー。それはちょっと、若作りすぎるんじゃないか。全力で行くぞ。では、今回はプロゲーマーの動画で話題にもなった、モダンガイルの初級者向け動画です。ガイルは、マチテラと呼ばれるキャラで、隙の少ない飛び道具であるソニックブームや、力強い対空性能を誇るサマーソルトキックで相手を迎撃するキャラとなっています。勝つために余計なことをせずに相手に対応しきる。かっこいいですわよね。ねえ、リリン。はい、かっこいいと思います。不必要なことをしないそのあり方を見習わせていただきます。私の反省の言葉をもって、先ほどの失言をお許しください。承知しました。改めて、よろしくお願いしますね。はい。ではまず、必殺技の構成を見ていきましょう。この動画ではプレイステーション4の純正パッドでの操作を想定しています。また、ボタンの配置はデフォルト設定となります。通常技と特殊技の細かい説明はブログの方に記載いたしました。後ほど紹介するコンボ以外のコンボなども書いていますので、よければご覧ください。と手間になるけども、よろしくね。まず、代名詞であるソニックブーム。後ろ方向へコマンドを入力しておき、コマンドを一定時間以上入力し続けた後に前要素足す攻撃ボタンで出すことができます。EJ やホンダも持っている必殺技コマンドの方法で、いわゆるため技という必殺技です。他の飛び道具に比べると硬直が短い技になっています。また、今作は通常のソニックブームの他に、ジャスト入力によるソニックブーム、通称ジャストソニックが存在します。後ろための後の前要素のコマンドを入れた時と同じタイミングでボタンを押せた場合、性能が強化される仕様です。ソニックブームをタイミングよく入力できれば性能が強化される、という認識で問題ありません。ジャストソニックができないとゲームが成立しない、というほどの性能差ではないですが、ジャストソニックを使った専用のコンボはあります。ジャストソニックになってはダメ、という展開は基本的に存在しないはずなので、正規入力でソニックを打つ場合は可能な限りジャストソニックになるようにしたいのが本音です。そして、モダンガイルの真骨頂であるワンボタン必殺技によるソニックブーム。こちらは後ろに溜めながら必殺技ボタンを押すと出せます。クラシックガイルや正規入力のように前要素を入れる必要がなく、常に後ろに溜め入力が可能なので行える行動になっています。プロゲーマーの動画などで話題になったため、衝撃を受けた方も多いと思われます。高速ソニックはレバーレスの特権だと思ってたけど、モダンだと再現できるのはいいよね。アケコやパッドのクラシックガイルでは絶対できないよね、これ。人間では不可能でしょうね。ワンボタンによる高速ソニックは、モダンガイルを使う理由の一つでしょう。これからガイルを始める方はまずソニックをたくさん打って、ための感覚を覚えることから始めましょう。そして、オーバードライブ版は非常に弾速の速い二段技になっています。通常版のソニックと発生は変わりませんが、弾速の速さから中距離の切り返しとして使うこともあります。
オーバードライブソニックブームの当て感も大事な要素となりますので、忘れずに使っていきましょう。次に、同じくガイルの代名詞の技であるサマーソルトキック。こちらもソニックブーム同様にため技となっている対空技です。ため技なので癖はありますが、昇竜拳より相手を撃ち落とせる範囲が広いです。ボタン強度が上がるにつれて発生が遅くなりますが、技の範囲とダメージが上がります。対空として使う場合は強板で落とすのが理想ですが、反応が遅れた場合に弱板に切り替える時もあります。このあたりは竜や剣の昇竜拳と一緒だね。やり込みとともに使い分けも考えていけると素敵ですね。そして、ソニックブーム同様にサマーソルトキックもジャスト入力があります。発生速度は変わりませんが威力が順増するため、ジャスト入力は純粋なメリットになります。オーバードライブ版のサマーソルトキックは昇竜拳のように完全無敵があります。ぶっ放な仕業として使っていけるため、切り返しに使いましょう。次に、設置する飛び道具技のソニックブレイド。スト5の V スキルであった技がスト6では必殺技として実装されました。自身の目の前にエネルギーの渦を設置する飛び道具になります。弱、中、強のボタン強度により発生の速さと停滞時間が変わります。弱は発生が速いですが持続が短く、強は発生が遅いですが画面上に長く停滞します。ワンボタン版は弱版となっています。そして、この渦自体にも攻撃判定がありますが、ソニッククロスという派生技があります。ソニックブレイド設置後に前足す攻撃ボタン、もしくはソニックブレイドが残っているうちにソニックブームを通過させるとソニッククロスへ派生します。通過させたソニックブームの強度により速度が変わります。また、ジャストソニックブームを通過させた場合はエフェクトが変わり、ダメージが上昇します。設置した後にソニックブレイドに派生させるかどうかという揺さぶりが可能なため、設置を許した段階で相手は相当嫌だと思う必殺技になっています。ソニックブレイドの設置のタイミングはやり込みが出るところでもありますので、様々模索していくことをお勧めいたします。次に超必殺技、スーパーアーツになります。まず SA1、ソニックハリケーン。今回のソニックハリケーンは真横に打つ横ハリケーンと、斜め上に打つ上ハリケーンがあります。真横に打つハリケーンは無敵があるため、アナシの選択肢として使えます。斜め上に打つハリケーンは無敵はありませんが、ヒット後にオーバードライブサマーでの追撃が可能となっています。クラシックガイルではボタン強度により打ち分けられますが、モダンガイルの場合は簡易入力で出すか、正規入力で出すかで打ち分けます。簡易入力版は横に、正規入力版は上になっています。正規入力の上版はコンボと一緒に覚えましょう。SA2、ソリッドパンチャー。スト5では V トリガーだった技が、スト6では SA2 にて実装されました。ジュリア・ジェイミーのような強化技で、強化時間中は中、強ボタン同時押しでソニックブレイク、通称チビソニックを打つことが可能です。ガイルが前に歩きながら飛び道具を打てるようになるため、制圧力の上昇が凄まじい強化技となっています。また、通常技から入れ込むことによって、V トリガーのような使い方も可能です。相手のバーンアウトを誘発したり、バーンアウト中の相手への削り手段として重宝いたします。非常に便利、かつ強力な SA となっていますので、狙える機会があれば積極的に狙っていきましょう。SA3、クロスファイヤーサマーソルト。演出が非常にかっこいい大技となっています。主にリーサル用のパーツとして運用することが多いです。対空で使えないこともないのですが、発生が9フレームと少々遅いため対空としては使いづらいところがあります。ドライブラッシュコンボの締めなどに使うため、コンボと一緒に覚えましょう。次にモダンガイルのアシストコンボです。モダンガイルはアシストコンボを活用することで、クラシックガイルよりノーゲージのコンボダメージが高いという特徴があります。これは他のキャラでは見られない面白い仕様です。また、素敵なことにアシストコンボがどれも実用的になっています。まずアシスト弱コンボ。2弱 K、2弱パンチ、5弱 K、強サマーソルトキック。クラシックガイルだと難易度の高いコンボなのですが、モダン操作だとアシスト弱の連打で出せます。このコンボができると前歩きや前ステップからサマーまでつなげられるため、非常に便利なコンボとなっています。次にアシスト中コンボ。ダブルバレット、SA1、オーバードライブサマーソルトキック。ターゲットコンボから SA1 につなげるコンボです。このコンボ、正規入力でやろうとすると相当シビア、というか、事前にタメを作っておかないと間に合わないコンボなのですが、アシストコンボでは連打するだけで SA1 までつないでくれます。ゲージを使おうと判断した時に使える便利なコンボとなっています。そして、アシスト強コンボ。
リコイルキャノン、オーバードライブソニックブーム、SA3。反撃確定のパーツとして便利なコンボになっています。また、リコイルキャノンからサマーソルトキックを出すことが可能なため、猛ゲージコンボのパーツとしてもよく使います。リコイルキャノンからサマーソルトキックは、クラシックガイルでは絶対にできないコンボです。モダンガイル最大のメリットとなっていますので、ぜひ使っていきましょう。次にコンボを一通りご紹介します。各種のコンボの解説はブログの方に記載しましたので、よろしければ合わせてご覧ください。アシスト中、2弱、強サマーソルトキック。アシスト強、アシスト中、サマーソルトキック。6強、2弱、強サマーソルトキック。J 弱、2弱、強サマーソルトキック。J 強、アシスト強、SAH、オーバードライブサマーソルトキック。相手画面端、アシスト強、ジャクソニックブレイド、サマーソルトキック。ドライブインパクトヒット、オア、ガード、4強、ジャクソニックブレイド、サマーソルトキック。ドライブインパクトパニカンジ、前ステップ、3強、追加3強、強サマーソルトキック、SAH。ドライブラッシュコンボ、アシスト中、キャンセルドライブラッシュアシスト強、猛キャンセルアシスト強、サマーソルトキック、オア、SAH。アシスト弱 ×3、キャンセルドライブラッシュ5弱、アシスト強、強サマーソルトキック、4強、ドライブラッシュ5強、アシスト強、SAH、オア、SA3。無敵技をガードした後などに使えるコンボ。6強パンチパニッシュカウンター、4強、ドライブラッシュ5強、アシスト中、ドライブラッシュアシスト強、猛キャンセルアシスト強、SA3。ご紹介したのは基礎的なコンボになります。このあたりのコンボを使いつつ、カウンター確認からコンボを伸ばせるようにやり込んでいきましょう。モダンガイルの戦術なのですが、心の底から申し上げておきたいことが一つあります。このキャラは本当に攻められません。クラシックガイルでも攻めるパーツがないな、と思いましたが、モダンガイルはそれ以上にありません。ソニックブームなどで相手を固まらせた後に自分から攻撃していく手段が本当にないです。攻めない方が強いよね、とかいう話ではなくて。はい、本当に攻められないです。クラシックガイルは6中パンチによる中段攻撃があるのですが、モダンガイルはありません。中段攻撃という直接的な崩しがないため、ドライブラッシュ攻撃によるプレッシャーが減ってしまっています。ガードを崩す手段がなくなるのはきついよね。格闘ゲームの歴史上でも崩しがないキャラは弱いんだ。さらに、最大リーチを誇っていたリバーススピンキックがなく、中距離で差し込みに使えた5大パンがないのも苦しいです。攻撃手段が少ないというのは、ガイルのようなキャラにとっては大きなデメリットなのでしょうね。できることが減ってしまっていることにより、苦しくなる場面が多くなってしまっています。なので、パインを上げすぎずに、相手に対応できる距離を保ち続けるのが大切だと思います。アミのプレイスタイルは攻め寄りなのに、その戦い方できたの？我慢できませんでした。あ、だから初めにあんな絶望した顔だったんだね。戦い方が苦しかったのもあるのですが、もう一つ心が折れる要素がありまして、とても煽られました。モダンガイルを使っていると、画面での対戦では、屈伸で分かりやすく煽られたので、動画のネタに使わせてもらおうと喜びがあったのですが、喜んだんだ。一番多かったのは再戦画面での遅延でしたね。10カウント間何も選ばずに待機されたり、カーソルを不必要に動かされたり、たまに煽られる、ではなくて、本当によく煽られた、という感じでしたね。始終待ってないといけない苦しさもあって、モダンガイルはダイヤモンド5になったら切り上げてしまいましたわ。それは、本当にお疲れ様だったね。もう少し攻め寄りのパーツが欲しいな、という気持ちはありましたわね。しかし、相手に好きなことをさせない、という点では、無類の強さを発揮するキャラクターだと思います。高速ソニック連打も魅力ですが、した要素だけで出せるサマーも便利だと思いましたね。相手の行動を全て対応しきってやるぜ、というスタイルを求めているプレイヤーには、非常におすすめしやすいキャラです。対象として煽られやすいのに、
そこはもう、各々で向き合っていただくしかありませんわね。今回はモダンガイルの初級者向けの動画でした。最後の方はネガティブなことを多く申し上げたことを、本当に申し訳なく思います。ですが、クラシックガイルと比べてしまうと、モダンガイルは番外戦術を含めて非常に厳しいと思う次第です。少なくとも、クラシックガイルからモダンガイルに移る理由は、かなり薄いのではないかと思います。アシストコンボが優秀だったり、ノーゲージコンボのダメージが高かったり、モダンガイルの良さは確かにあるのですがね。モダンマノンと一緒かな。ちょっと足りない感じ。勝ちに行くための手段が少ないのは、相手のミスを待つしかなくなるもんね。ですね。もう少し技構成を煮詰めていただきたい気持ちはあります。中段技をもらうだけでも、結構変わると思うのですがね。このあたりは今後の調整に期待しましょう。もうすぐマスターリーグのアクト1が終わるから、この節目に何かしらの発表があるといいよね。モダンの技構成の変化はジェイミーの例があるから、期待したいところだね。モダンの難しさが緩和されることを期待したいですね。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。Too easy. それほどでもないゲーマーチャンネルは煽られたことを忘れません。